皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国が TPP の加盟申請を行いました。今回はこのことについて解説を行っていきます。今回の中国の動きというものを解説するときに非常に重要なのは、じゃあこれを受けて日本はどう動くかということについてです。TPP に加盟するためには、すでに加盟しているメンバー全員の承認を得なければなりません。ですから、日本がダメだといえば、他の国がどう言おうとも中国の加盟というものはできないのです。ですから、日本がどういう態度を取るかというのは非常に重要です。なぜならば、日本は現在の TPP メンバーの中で最も経済規模が大きい国であり、それだけ他の国々からも重視されている存在です。ですから、日本が中国の加盟に対してどのような対応をするのか、態度をするのかというのは他の国々も関心があることです。さて、そうした意味で日本は今、政治のトップが変わろうとしている時期です。菅首相は自民党総裁選に出ないということを表明し、実際に総裁選ももう始まりました。ですから、総裁選の候補者たちが今回の件に対してどのような考えを示すのかは非常に注目すべきポイントなのです。そして中国のこの動きに対するコメントとして一番悪かったなと思える発言というものをご紹介します。最後に出馬表明を行った野田聖子氏の発言は、私は今回の件に関しては全くの失敗だったと思っています。では一体どのような発言をしているのか、合わせて経済界の反応なども見ていきましょう。野田氏、中国 TPP 申請、前向きに検討すべき。自民党総裁選に出馬した野田聖子幹事長代行は17日の記者会見で、中国による環太平洋経済連携協定 TPP への加盟の正式申請に言及した。しっかりと中国の対応レベルを確認し、世界経済の安定のため前向きに検討すべきだと述べた。岸田氏は中国が TPP の求める高いレベルの要求をしっかりとこなすことができるか見ていく必要があると語った。高市氏は他に関係国もいるので、しっかりと議論しなければならないと指摘した。また、経済界からはこのような反応がありました。中国の TPP 加入歓迎すべき。大商会頭、大阪商工会議所の尾崎会頭は17日の記者会見で、中国が TPP 加入を正式申請したと発表したことについて、中国は世界の経済を構成する大きな国、要素。TPP に加盟することは、国際的な枠組みに入ることであり、歓迎すべきことだと述べた。また、尾崎氏は、アメリカは TPP から抜けてしまったが、これを機にアメリカも TPP に戻って、多くの国が助け合っていければいいとも話した。中国が TPP に加われば、日本から中国への輸出品の関税が減免されるなどし、中国との貿易が多い関西企業も恩恵を受ける可能性がある。ただ、TPP は貿易や投資のルールに高い透明性や公平性を求めており、国有企業の優遇措置を取るなどしている中国が加入の基準をクリアすることは難しいとも見られている。人はそれぞれ考えが違うものです。例えば私は国際情勢というものを非常に重視しなければならないと考えています。なぜならば日本は地球唯一の国ではありません。周りには多くの国々があり、そして国際情勢の動きによって日本がどう動くべきか、そのことについて真剣に考えなければならない時代になっているからです。それは大きな全体の括りとしては、米中の冷戦行動というものがすでに始まっている。そして中国の脅威というものを決して無視してはいけない。非常に危険な状態にあると考えているからです。そういった意味において中国に対してどういう姿勢を持つかというのはそれぞれの政治家の考えが一番わかりやすく出てくるところだと思います。今回野田聖子議員が TPP の加入に対して前向きに検討すべきだという話をしたのは、彼女と関係が深い二階幹事長のことを考えるとよく理解できると思います。それこそ中国との関係を重視し、そして中国との貿易関係についても拡大していく方向で考えるときには、それこそ中国が何をしようともほとんど目をつむってでも手を握る、そのような基本姿勢を持っているのではないか、そう見られて当然のような今回の発言だと思います。一方で経済界においてこの中国の TPP 申請に対して歓迎していると言っているのは、あくまでも彼らはビジネスに徹していて政治的なことなんか関係ない、自分たちは商売をするだけだという非常に短絡的な考えをしているからだと思います。確かに中国は
日本から見ても経済規模がすでに大きい国になっており、中国との経済関係を強化した方がビジネス上においては良いでしょう。ただしそれはあくまでも様々な問題を無視した状態であり、決して褒められたことではありません。中国との貿易を拡大していくときには、それこそ日本人の性善説に基づいた経営といったものが、まさに中国にとっては格好の餌になって彼らに骨の髄までしゃぶり尽くされて最後には捨てられるといったようなことが頻繁に起こっていることを忘れてはいけません。世界全体の経済は発展しており、そして中国以外の国々、東南アジア地域や南アジア、さらにはアフリカ大陸においても経済成長している国々があるのですが、それらの国々に対して浸透していくそのような世界的な視野を持った経営といったものが求められます。中国が近いから中国のビジネスをどんどんと拡大していけばいいやと安直に考えるのは、私は大きな失敗の原因だと思います。実際日本企業で中国に肩入れしすぎたばかりに先行きが暗くなっている企業なども散見されている状態だからです。一方で中国はなぜこのタイミングで TPP 申請を行ったのでしょうか。そのことについて解説をしておきます。現在 TPP にはイギリスが加盟申請を行い、申請手続きについての話し合いが始まっています。これは TPP の発足以降においては最初のメンバー加入になると考えられており、新しいメンバーが加わるとそれだけその後に入ってくるメンバーたちに対する要求といったものもより厳しくなることが考えられます。なぜならば加盟においては既存メンバーの全員の同意といったものが必要となるからです。また最初にも述べたように、現在は日本の総理大臣が交代しようとしている時期でもあり、政治的な揺さぶりという意味もあるでしょう。さらに言えば、大きな枠組みで言えば、アメリカがこの TPP からは離脱し、そして復帰する予定は今のところありません。ですから TPP の主要メンバーとして最も経済規模がある日本を組みしやすい、もしくは騙しやすいと中国は考えて、今のうちに加盟して自分たちの都合のいいように TPP を利用しようとしている、そういった魂胆も透けて見えます。今回の野田聖子議員のように前向きに検討しますというのは、中国に対しては非常に悪い対応だと言えます。なぜならば中国は約束事をしてもその約束事を守らないという形で、実質的に自分たちに都合の良いようにルールを悪用することが知られています。例えば EU との投資協定を結ぶにあたって人権問題についても改善する努力をしますよという話をして、話を強引にまとめ上げることに成功しています。これなどはまさに努力しますよという言葉を使って、あたかも物事が改善するかのように見せかけることによって実質的な利益を得ようとする試みです。TPP においてもおそらくは同じような手法を使うでしょう。例えば国有企業に対する過度な優遇政策をやめる努力を行いますよであるとか、知的財産権について他の国との整合性を保つように努力しますよといった具合にして、何かしら約束したかのように見せかけて実際的には何も改善していないといったことが十分考えられるわけです。ですから中国に対する対応として最も正しいのは、あなたたちの行動をまず見せてください。加盟にあたって必要なルールというものをまずあなたたちの国内でしっかりと実施してから検討しますよという形で、彼らに対してはまず前向きに検討ではなく、まず自分たちの行動を見せなさいと突きつけることが重要なのです。人によってはこのような国際的な情勢についての考えを述べることが今の総裁選には必要ないという人たちもいます。国内問題について注力して様々な問題に取り掛かればいいんだというふうな意見もあります。しかし日本の高度成長時代のように、もう外のことよりも中のことだけ構っているというような情勢ではないことを私たちは認識しなければなりません。外に対する備えというものをしっかりと整えた上で、じゃあ国内問題についてしっかりと討議しようという順番論を取ることが私は重要だと思います。外のことなんかどうでもいい、中国とは仲良くしていけばいいやみたいな考え方は、私はこれからの時代には合っていないと思います。最後に一つ、日本が取れば良い中国牽制になると思える策を皆さんにご説明しておきましょう。それは台湾の TPP 加盟申請を促すことです。現在のところ台湾は TPP の加盟申請は行っていません。しかし促すことによって中国に対する良い牽制になります。
そもそも台湾は TPP に加盟するだけの良い条件を揃えている状態です。まず第一に、台湾は民主国家であり、経済的なルールとして透明性を求められてもこれを遵守することが可能な国です。そして台湾はハイテク関係の企業が多く集積している土地であり、日本にとって重要な経済的なパートナーとなり得る国です。もちろん日本との友好関係も深いですから、台湾経済を守ることが結局のところ日本経済にとっても良い影響をもたらすことが、これは国際情勢上においても明らかです。これは台湾経済が痛めば、それは当然のように政権に対する批判につながり、そのことが親中派勢力を勢いづかせるという台湾の国内事情にも影響するからです。そして台湾は中国による軍事的な圧迫に対して対抗するために軍事的な予算を捻出しなければなりません。トランプ政権、バイデン政権と続いてきたアメリカの支援によって戦車や戦闘機の更新といったものを進めることはできていますが、そのためにもお金は必要ですし、今後も当然のようにそのお金というものはどんどんと積み重なっていきます。ですから、台湾経済とともに日本経済を発展させるという道を取ることは、東アジア情勢の安定化にもつながることなのです。そして当然のように台湾が先に TPP に加盟することがなれば、中国が加盟するときには、台湾からの条件付けといったものが必要となりますから、中国が TPP 加盟を諦めるかもしれません。中国の TPP 加盟申請に対して前向きに検討すべきだといった話をするのではなく、中国は現状全く加盟申請するレベルにはない。だからこそ彼らに対しては条件付けを行い、一方においてイギリスや台湾の加盟申請を促すべきだ。そういった国際情勢上においても大事な論点を持つことが今後の政治家には必要だと私は思っています。私の話を聞かれてあなたはどう考えたでしょうか。ぜひともコメントしていてください。そして同時に野田聖子議員が中国の TPP 加盟申請について前向きに検討すべきだ。このようなコメントをしたことに対しても同じように皆さんの考えをお聞かせください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとぜひとも投げ銭機能のご利用をよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。